はい、伊丹ローズガーデンの広沢です。今日は4月の8日ですね。この時期のバラの手入れについてご説明したいと思います。まずは植え床の草引きですね。この時期暖かくなってきて、どんどん雑草が生えてきますので、雑草が多いとバラの肥料を横取りされたりとか、植え床全体の湿度が上がるんですね。草が生い茂ってしまうと、湿度が上がるとやっぱりその糸状菌うどんこ病、それからベト病もそうなんですけれども、感染リスクが上がるということと、あと、夜露とか雨が降った時に葉っぱが長い間乾かない状態になると黒点病の感染リスクも高まるということで、雑草はできるだけ取って、バラが植わっている植え床の地面はできるだけ早く乾くような状態にしてやることで、植え床全体ですね、バラの植わっている場所の湿度を下げてやるという効果がありますので、除草はできるだけした方がいいですね。ここはもうあんまり生えてないんですけども、とりあえず除草をまずします。草引きしてると足元いろんなものを発見するんですけども、これ大名ですね。 1.5 メーター次のハーフウィーピング仕立てなんですけれども、これの大名が出てます。途中からは出てないんですけども、ウィーピング仕立てとかスタンダード仕立てっていうのは野バラの枝についてますので、大名がすごい出やすいんですけれどもね、途中からもいっぱい出るんですけども、こんな感じで大木の芽ですね、略して大名って言ってますけども、こんな感じで大名が出ております。でこの大名なんですけれども、ここでねハサミでプチッと切ると、この一番根元のところに節芽が残ってしまうんですね。で際限なく出てくることになりますので、基本的にはこそげ取るような感じで、こんな感じでねガクッとこそげ取ります。で節芽がない状態にしてくださいね。手でポコッと取ってもいいんですけれども、とにかくハサミでちょんって切るともう際限なく次大名いっぱい出てきますんで、かき取るようにしてください。これも大名ですね。株立ちとしてはこんな感じで、これはセントセシリアですけれども、この足元の方を見ると継ぎ口がもうこれね数十年経った株で、継ぎ口どこっていうのははっきりわからないんですけれども、明らかにこの下の方から出てきてる、何十年も経った株でもこんな感じで大名出てきますからね。これもこういうのはもう手でかき取ってもいいですけど、できるだけ根元からねポコッと取ってしまうようにしましょう。こんな感じですね。ハサミで切らないように。これもそうですね、大芽が、もう非常によく分かりやすくて、これはガートルド・ジェキルを剪定して、木立ちにしてますね。本来つるバラなんですけれども、これも数十年経った株かな。で普通のその品種の葉っぱっていうのはちょっと大きくってね、こういう濃い色をしてますけども、大名こういう黄緑色で細かい葉っぱです。野バラなんでね、こういうもう全然その品種とは違う葉っぱが出てくるんで、分かりやすいかなと思いますけれども、ちょっとこれはね下の方にあるかな。ちょっと掘ってみますね。もう年数が経つと株がだんだん埋まってしまって下の方になってますけどね、なってますが、よいしょ、ギュッと下に押すような感じで取れました。根元からきっちりこんな感じでね、根元から取れるようにギュッと下に押すような感じでかき取ってください。大名の処理でした。はい、それからもう一点、こんな風にすでにシュートが伸び出してきてます。
花枝とシュートの違い、分かりますかね。この品種はハイブリッドティーですね。オードリー・ヘップバーンって書いてあります。ハイブリッドティーでこの下の方に花枝がこうワシャワシャと、今シーズン植えたところの苗なんでね、ワシャワシャとこう何本か花枝出てるんですけれども、これが上の方までずっと伸びてるベーサルシュートですね。もうすでに出てきてます。ベーサルシュートは咲かさないようにね、一旦もうピンチ手で折り取った方がいいんですけれども、これもう折れないぐらいになってますんで切ります。切ってでここから枝分かれして、枝を作るっていう感じですね。これなんかはまだシュート出たばっかりで、下の方からこう出てるベーサルシュートですんで、この辺でねちょんとつまんどいてやります。でこうするとこの辺から枝分かれして、立派な枝になるという感じですね。全般的に株の状態というか葉っぱの色がものすごく濃い色なんですね。でちょっと肥料が効きすぎてるなという感じで、要は土の中の肥料濃度がちょっと高くなっとるなという感じなんですね。入れた肥料の量が多かったのか、それとも年々肥料が残って現在の肥料濃度が高くなっているのか、それからベースの土がマサ土なんで、割と水持ちは良くない状態なんですね。でしかも花壇としてちょっと盛り上げてあるので、その関係もあって土が乾きやすくて肥料濃度が高いという状態になっているのかもしれません。アイスバーグなんですけれども、かなりアイスバーグってもう少し黄緑色の葉っぱなんですけどね、元気は元気なんですけども、葉っぱの色がかなり濃い色になってますね。向こうのカージナルもそうですし、このマチルダもそうですね。全般的にかなりやっぱり葉っぱの色が濃いですね。ただ病気、うどんこが出たりとか、そういう病気が出たり、虫がすごい湧いたりとかいうのは今のところなさそうなので、致命的な肥料濃度が高い状態ではないんですけれども、こんな感じで、非常に葉っぱの色が濃い状態ですので、通常路地植えの場合はあんまり水やる必要はないんですけれども、今日はちょっとたっぷりと水やって、土が湿り気が多くなると肥料濃度は下がりますのでね、いい状態になるんじゃないかなと思いますので、水やりをします。今日はね、もう1週間以上雨降ってなくて、この時期結構雨が降らずにものすごく気温が高くて、晴天が続いたりすることよくあるんでね、カラカラにならないように、通常はほとんど路地植えの場合は水やる必要はあんまりないんですけれども、株の状態をよく見て、ちょっと水欲しがっとるなと思ったら、たまにはたっぷり水やる方がいいですね。特にこの時期ぐんぐんとこう成長する時期ですので、肥料と水と、太陽の光と二酸化炭素が必要なわけで、肥料に関しては冬に元肥としてしっかりやってれば、ほとんど路地植えの場合追肥をする必要はないんですけどね、逆に冬の肥料がちょっと多かったりすると、こんな感じで水不足になることもありますので、肥料が濃いとね水不足になりやすいという感じですね。その水不足になるっていうのは、植物が水を吸う原理っていうのは根っこの細胞膜を通して浸透圧で
水が細胞の中に入ってくるわけで、土の中の肥料濃度が高いと逆浸透圧になってしまう、極端に高いとね、逆浸になってしまって、いくら水が湿ってても要は塩水みたいなもんで根っこから水が出ていくという状態にもなりますので、そういう場合も肥料があまりにも濃いと、葉っぱを落として水枯れで枯れるということになります。で、そこまでいかずちょっと濃いかなっていうぐらいの状態だったらこういう感じで、葉っぱの色すごい濃い、枝がスッと伸びないというか短めっていうような状態になります。で、この状態の時は、土カラカラ、さっき草引きしてる時に確認したところ5センチぐらい、表面5センチぐらいはもうカラッカラなんですね。でその下はちょっと湿ってる状態になってるという感じですので、水をやれば肥料濃度が正常値になって、すくすくとまた育ってくれるかなと思いますね。露地植えのバラの場合もちょっと水やりをする必要がこの時期あるという感じですね。様子を見て水やりをしてください。はい、それでは今年初めての消毒をしていきます。だいたい消毒もソメイヨシノが終わって八重桜が咲き出したら、造幣局の通り抜けが始まったら、そろそろ消毒の季節かなっていう感じで、だいたい4月の中頃からですね、それまではほとんど虫も病気も出ることもなく、新芽はワックス分が多いんで水結構弾きますのでね、あんまり病気の心配もないと。で、八重桜が咲いた頃から虫やらうどん粉やらがねちょこちょこ出てきよるかなっていう感じですので、だいたい4月の中頃から、今自分、ちょっとまだ早いですけどもぼつぼつ消毒をしていきます。全然病気も虫も出てないんで、予防薬ですね。今日使うのはトップジン M ネオファメートメチル水和剤、ベンズイダミゾール系と言いますね。下かみそや糸状菌の細胞分裂を阻害するっていう、作用点というか効き方の薬ですね。糸状菌っていうのは黒点病、うどん粉病ですね。残念ながらベッドの予防効果はほとんどないみたいですね。バラではトップジン M は、黒点とうどん粉に適用があります。結構ね、高倍率で1500から2000倍で使えるんで、水和剤なんですけど、そんなに葉っぱ真っ白けにはならないですね。治療効果もあるんですけれども、主に予防効果の方が主体かなという感じですね。からトレボン合成ピレスロイド系の殺虫剤です。で、機能性の転着剤アプローチを入れます。それともうすでに入れてあるんですけども、アミノ酸系の活性剤でプラス10っていう、農業向けの活性剤なんですけれども、アミノ酸と微量要素が入ったものを活性剤入れてあります。今日はこれだけ。はい、それで、薬の測り方なんですけれども、使う薬の量10リッターだったら10リッターの水をまず用意して、でその10リッターの水に対して、規定倍率の薬を入れるという入れ方をしてくださいね。だから10リッターで1000倍の薬を2種類入れるとしたら、10リッターの水に 10g の薬を1つ入れて、で水溶剤とか乳剤の場合は 10cc ですね。10ml を同じその10リッターの水の中に入れると。もちろん転着剤もそうですね。アプローチなんかは1000倍で使う薬ですので、10リッターの水の中に 10cc 入れるという作り方をします。だから1000倍で5リッターずつ作って混ぜ合わせて10リッターにすると、薬の倍率おのおの倍に薄まってしまいますからね。その点をお間違えのないようにしましょう。で今回100リッター作りますので、これこのままはかりにカップ乗せて、でここで0にしてやると、もう純粋な風体と言いますけども、純粋な薬の量を測ることができますね。トップジンは2000倍で作ります。だから 50g ですね。100リッターの水に 50g で2000倍になります。で
で薬を、ね、入れる順番も転着剤から入れた方が、転着剤自身には薬混ぜやすくするっていう効果もありますから、先に転着剤を入れますね。でこれは、100cc ですね。アプローチ転着剤を入れました。でその次に乳剤。これも水に溶けやすくて、乳剤っていう薬は、この成分のうちのね、例えばトレボンの場合は界面活性剤が 80% あるんですよね。で実際のそのエトフェンプロックスっていう薬の名前ですけど、これ 20% しかないんですね。だから8割、薬のうちの8割界面活性剤ですので、これも、これは 50cc ですね。2000倍ですね。で水和剤は、こんな風に少量の水で先溶いて、いきなり大量の水の中にバサッて入れるとダマダマになってなかなか溶けないということもありますけど、一旦少量の水でこうやって溶かしてから入れてやるといいですね。それで今回は銅粉で大量にまくんで銅粉でやるんですけれども、ご家庭でこういう噴霧器を使う時ですね、このロトって言いますけど、棒ですよね。こうやったら取れるんですね。で取るとこの中にこういうパッキンが入って、昔これ革だったんですけど、今はもうこういうプラスチックになってるんですが、これ消耗品で何年も使ったら取り替えが可能なんですけれども、ここで気密取ってますから、このロットに油をさしてください。これはもう油さしてあるんですけども、このロットがこのパッキンと擦れて気密取って圧かかるようになってますから、このロットにちょっとだけ油をさして、で油ささないとね、気密取れなかったりパッキン早く傷んだりしますから、油さすとスムーズに動きますんでね。でこの中に、作った薬を入れて、でこれでギコギコやって圧かけて、でシューッと巻くっていうことになりますね。よーくかき混ぜます。この粉香はヤマホっていうメーカーの霧なしズームっていう製品なんですけども、泡で出るんですね。霧にならないので、文字通り霧なしなんですけれども、飛び散らないような粉香ですね。泡っていうのはその霧よりも表面積が大きいので、結果的に3分の1ぐらいは薬の使用量が普通の霧の粉香よりは削減することが可能ですね。ご覧の通り全然飛んでいかないので、楽ですね。こんな感じ。薬は葉っぱの裏によくかかるように、できるだけ下からやってください。それで薬やった後、乾いてからもう一回薬余ったからってもう一回やったりすると、乾いてから2度やりすると薬の濃度が濃くなってしまって薬害が出ますので、一度がけでやるようにしてください。
はい、消毒完了しまして、霧なしズーム泡の噴光を使うと、こんな感じの噴霧の状態になりますね。この時期の葉っぱってまだワックス分がすごく新芽には多いので、どうしても水を弾くんですね。で、転着剤を入れてるんですけども、この程度で OK です。これ以上しつこく何回もやってべちゃべちゃにすると薬害がすごい出やすくなりますので、気をつけた方がいいですね。この程度さっとかかってるかなっていう程度でいいです。特にこの新芽のね、もうつぼみできかかってるようなところにここに思いっきりたまると、もう葉っぱチリチリになったりとかね、黒くなったりとかしますので。そういえば薬害というとダコニールっていう TPN 剤ですね、殺菌剤があるんですけれども、耐性菌の出てないいい薬ではあるんですけれども、ものすごく薬害が出やすい品種がありまして、例えばダブルデライトなんか気温低かろうが高かろうがもう気温に関係なく品種によって 100% 薬害が出るっていう品種が、ダブルデライトなんかも 100% 出ますね。あとイングリッシュローズの一部の品種であるとか、ダマスク系のオールドローズとかダコニールの薬害の出やすい品種がありますので、弊社ではもうダコニール自体の扱いをやめまして、一切使ってないんですね。薬害が出ない品種ばっかりであればお使いになったらいいと思いますけれども、ダコニールに関してはそんなような状態ですね。はい、以上今日は4月上旬のこの時期のバラの手入れについてでした。それではまた。